皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。お刺身の盛り合わせを描きました。新鮮で美味しそうですよね。お刺身のイラストを描くときに新鮮さを感じさせる3つのポイントがあります。その1、色。その2、艶。その3、角。絵を描く様子をご覧いただきながら、それぞれ解説していきます。それでは、スタート。まずは下書きを描いています。ブラシは鉛筆。このまま線画を描き終わるまで一気に超高速回転でご覧いただきます。トレースをしないで目視で描いてますよというただのアピールに少しお付き合いください。色の下塗りをしています。ブラシはマーカー。お刺身を新鮮に感じさせるポイントその1、色について。人が食べ物を見て美味しそうだなと感じる要素は様々あります。その中で色が一番大きな要素だという研究があります。食べ物に食欲が湧くには色が一番重要で、次に形、その次に匂いということです。お刺身はどうでしょうか？お刺身も色で鮮度がわかりますよね。赤やオレンジの発色がいい。白が濁っていない。発色のいい赤は綺麗な血を連想して時間が経っていないことを想像させます。濁りのない白も時間があまり経っておらず嫌な匂いがしなさそうと想像できます。これらは新鮮さを連想させるので食欲につながります。私はお刺身の絵を描くときは色の彩度を少し上げるようにしています。皆さんもお刺身を描くときは彩度が高めの色を使ってみてください。書き込みをしています。ブラシは鉛筆。新鮮さを感じさせるポイントその2、艶について。食べ物に艶があるとみずみずしさ、水分を感じます。水分を感じることで作りたて、時間が経っていないと想像します。特にお刺身は無意識に魚、水と連想できますよね。この水分が新鮮さを感じさせます。今この部分に艶を入れてみます。どうでしょう？ちょっと入れただけでもとても新鮮に見えます。艶がない状態、艶を入れた状態。こう見ても艶が新鮮さを感じさせる大切な要素ということがわかりますよね。艶を入れる時のコツはその色です。艶と思って安直に真っ白を入れるのではなく、その下地になっている色と関連させましょう。ここの艶はこんな色を使っています。真っ白ではないんです。わずかな差ですが、とても大切なことです。艶を入れるときはその色をよく考えて入れましょう。そして新鮮さを感じさせるコツその3、角について。角って何？と思われる方もいると思います。これは魚の切り身に関してだけのお話になります。刺身の切り口がとても鋭くて角が立っている。こういうところですね。これは刺身の新鮮さを表すとても重要な要素です。鋭い包丁で切った切り口が崩れることなくキリッと角が立つ。これはお魚の身に張りがあって時間が経っていないことを表しています。時間が経って身が柔らかくなりすぎるとこのように角は立ちません。またこれは切る人の技術の高さも表しています。切れ味の悪い包丁で何度も切りつけるとこのようにはなりません。断面もぐちゃぐちゃになるし、当然角も立たない。切れ味の良い包丁でなるべく一立ちでスッと切る。そうすることでピンと角が立って艶が出ます。お刺身は角を意識して描くことで新鮮さを感じる絵になります。お刺身の新鮮さを感じさせるポイント、色、艶、角についてお話ししました。ここで色のお話をもう少しします。食欲が湧く色は赤やオレンジ、黄色などの暖色系です。逆に青や紫などの寒色系の色や無彩色のグレーはあまり食欲を刺激しません。
その暖色系の色を際立たせるために、料理には補色を用います。補色とは、その色の反対側にある色です。赤やオレンジであれば、青や緑が補色になります。一つのお皿に補色関係にある色が並ぶことで食欲を刺激します。そういうことでお刺身にはシソの葉やわさびを添えるんですね。ステーキやハンバーグも補色を意識した添え物があると食欲につながります。食事の際に一番よく働く人の感覚は視覚なのだそうです。匂いでも味でもなくて見た目なんですって。確かに新鮮さも目で見て判断しますよね。ということで絵ができました。日本人はお刺身が好きですよね。日本中どのスーパーに行っても大抵お刺身を売っています。こんな国他にあるでしょうか。日本人がお刺身を好きな理由は諸説あります。まずは日本が海に囲まれた海産大国であること。日本で生まれた醤油が生魚と相性が抜群だったこと。刀を作る高い技術によって切れ味の良い包丁が生まれたこと。仏教では一部の肉食を禁止していたことなどがあるそうです。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。